それでは修理の続きをご覧いただきます。後ろ側の軸が外れています。センターを出して軸を軸受けに入れ直します。リアパネルの部品をメンテナンスします。アースのインピダンスを下げるためにブスバーが使われています。これは前後の配線をつなぐシールドパイプです。中にさらにパイプが入っています。こだわりのノイズ対策です。メンテナンスが必要な部品を外していきます。スイッチを分解してメンテナンスします。接点を磨いて薬で錆を溶かして専用オイルで仕上げます。レベル調整のボリュームがたくさんついています。ここは利用頻度が少ないので隙間から洗浄してオイルで仕上げます。プリント基板を外してメンテナンスします。素子の根元が酸化した金属で短絡していることがあります。根元の錆を薬で溶かします。ボロボロになったスポンジを張り替えます。
端子が錆びているので磨きます。一通りメンテナンスが終わりましたので調整します。結果を確認します。ボリュームの接触不良は完全に治っています。スイッチの状態も良好です。元の状態を復元できました。50年過ぎている割には接点の状態が良好です。このアンプはブロックごとにカバーで仕切られていました。密閉に近い構造が劣化の防止に寄与したようです。メンテナンスすれば今でも問題なく使える製品です。次回はこのアンプを測定して53年前の性能を確認します。